ブラジルの世界自然遺産レンソイスからお届けしています。よいしょ。酒のつまみになる旅話。よいしょよいしょ。今夜も皆さん乾杯。乾杯。サルー。ワインですね。ワインですね。本日のお酒なんですけど、正直何か分かりません。ちょっと見えてるかどうか分からないですけど、で店員さんがワインと思うみたいな感じで言ったんでこれにしました。そんな感じで今日はねちょっとねブラジルのね大絶景の場所でワインを飲みながら旅話をしていきたいと思います。そんで今回ね3回目になるんですけど、皆さんねお酒の準備はお済みでしょうか。お酒を片手に見ていただいても大丈夫ですし、ラジオ感覚で聞いてもらっても大丈夫です。そして今回ね3回目で早々と初のねゲストをお迎えしております。今回お越しいただいているのは世界の北村。よろしくお願いします。僕のね旅話ばっかり聞いてもらってもねちょっと皆さんねあれかもしれないんで、違う人のね旅のエピソードとかも聞いてもらってどんな感じで旅してるのかっていうのを想像してもらったらと思うんで、彼はねちょっとねハイチとかベネズエラとか南極とかいろんなとこ行ってるんですよ。バックパッカーも行かないような場所も結構行ってるんですよね。そういうね普段聞けない話を今日はねちょっと聞いていくんで、彼のエピソードを中心に今日はね話をしていきたいと思います。ではまずよろしくお願いします。世界の北村です。自己紹介をお願いします。世界の北村と言います。世界全カ国制覇196を目指して、今はですね中南米をちょうど終わったところでしてバックパックスタイルでやらせてもらってます。よろしくお願いします。これはネタでも何でもありません。ガチです。インスタグラムにも世界196カ国書いてるんで旅するって、そんな感じでまずはちょっとね僕も聞きたいんですけど、ハイチについて。ハイチ自分も行こうとして行けなかったんですよ。ハイチそれぐらいやばい場所で彼は行けました。でそのハイチという国をまず紹介してもらって、そのエピソードとかもいろいろ聞けたらと思います。まずハイチ、私もねトモソヤさんと一緒でドミニカ共和国からの陸路入国を目指してたんですけど、出国拒否をくれたんですよね。同じく入国拒否じゃなくて出国拒否、ドミニカ共和国から出れないみたいな、行かせられないっていう風なボーダーなんです。あそこは国境になってるんです。その動画が多分初めて私がトモソヤさん知った動画なんですよ実は。偶然にも僕の動画を見てくれて、そう今たまたまハイチの話題振ってもらいましたけど、本当にたまたまその動画が一番最初にYouTube を見た動画でして、入国できないっていうのは知ってたんですけど、もちろん私もね入国できずに陸路入国ができなかったんですけど、その後ねバハマに飛んでバハマからカパイシアン空路入国なら行けるっていうことで話を聞いて、私は陸路で入国しました。ハイチはちなみに外務省の危険ランクレベル4。レベル4です。4がマックスなので誰も行きません。あれ以上ないと。3が行かないでくださいねっていう、レベル3が行かないでくださいねっていう警告で、4が退避してくださいっていういたら出てくださいねっていうのがレベル4ですね。世界で 10カ国前後ぐらいしかないレベル4に一応行ってきましたと。ハイチでは実際どんなことされましたか？まずドミニカ共和国から陸路で移動した時にバスですごい仲良くなったハイチ人の人がいて、でその人にすごいまずずっと連絡取ってて、いつかハイチ行くよっていう話をしてて、で行くことになって、でたまたまその人の、仲いい友人の人がいて、でその人の家に安全に泊まらせてあげるよっていうことで、ホームステイをしてたんですね。6日ぐらいホームステイさせてもらって、でそこがたまたまハイチの観光名所の一つシタデル要塞っていうところがあって、そこの麓のミロっていう町で、そのミロっていう町でホームステイをしてましたね。首都のねポルトプランスっていうところがもうギャングによってもう支配されていて、9割ぐらいかな、もう政府が機能停止してて、なかなか観光客も行けないような場所なんですよ。唯一安全に旅できる場所と
したらもうカパイシアンっていう北にある第2の首都みたいなところがありまして、そこにまず降り立ちました。でそこから、タクシーって言ってなんかトゥクトゥクみたいなあるんですけど、みんな乗せられるようなやつが、それで2時間ぐらいかけてミロっていう街に行くことができるんですね。でショートとかぜひ見ていただきたいんですけど、もう牛が火ついたゴミを食ってんですよね。普通にこうバクバク食べてて、多分生ゴミかなんか取ってるんでしょうけど、いやそれが本当に衝撃的な、これはレベル4と面白いっすね。も過言ではないと。ただね、そういう一部そういうとこもあれば、ミロのねすごい平和な場所もあったりして、特にだから危険な目にあったっていうことはなかったんだけど、ホームステイさせてもらって、バースデーパーティーにも呼んでもらったり呼んでいただいて、すごい楽しく過ごすことができましたね。無事に帰ってこれて本当に良かったと思います。で次はちょっとねベネズエラの話聞きたいなと思って、自分がちょっとね次ベネズエラ行きたいと考えてて、でこのタイミングでベネズエラ大震災が起きたじゃないですか。でその大震災中に彼はベネズエラに入りました。そしてベネズエラで彼はちょっとねあることをしたんですよ。でそれについてちょっと聞きたいと思います。彼ベネズエラの大震災で崩壊した建物とかのボランティア、なんていうんだ、お手伝いボランティアをしてました。そういう貴重な経験を彼はしてるんで、それをちょっと聞いてみましょう。なんか地震があったのが、日本も青森の地震があったと思うんだけど、6月の24日ベネズエラだと夜の6時ぐらいに4時ぐらいに、地震が起きまして、でちょうどその時コロンビアにいたんですね。で次の日入国しようかなっていう、陸路で入国しようかなって思っていたところ、地震がすごいでかいのがね起きてしまって、でそのまま陸路入国は無事済んだんですけど、ベネズエラの首都カラカスについて、街をね歩き回っていたところ、倒壊した7階8階ぐらいのビルがあって、そこが倒壊してしまって、人もねもしかしたら下敷きになってしまっていたかも、なってるんですけど、そういうような状況でボランティアのねテントがすごい張ってあって、でそこからヘルメットだったり、いろいろ物資が支給されてて、それをいただいて24時間体制で救命活動されてたところを、自分もね参加して、初めて瓦礫のバケツリレーてか、バケツリレー自体多分日本人の日本人っつってのはあれだけど、あまり経験することじゃないですよね。バケツリレー経験はないですね。バケツリレー水すらもないのに瓦礫効率はいいのかな。本当に。いやでも効率良くて、機械が多分入れないのかな、入れなかったのかもしれないんですけど、その砕く人、ビルのその瓦礫を砕く人で、それをバケツに入れる人で、あとはもう100人ぐらい列になってバケツをこうやって渡してって、でトラックがでかいのがあって、それになんていうの、こう投げてるのかわからないけど、こう振ってってもうそこに詰めて、で運び出すみたいなのをやってましたね。最初行った時は4時5時ぐらいから夜の10時11時で、帰りはベネズエラって今すごい治安は安定してる、状況なんですけど、ユーミっていうねウーバーアプリを、現地の人が呼んでくれて、もうタダで帰っていいよっつって乗せてくれたりして、そこら辺はねすごいよくしてもらいましたね、ボランティアの方々には。あとは募金活動もねしてまして、皆さんからいいねとフォローをもらった分だけ、そのお金を自分のお金を円に変えて私が寄付するっていうのもやりましたし、実際にね寄付金を日本から送金してもらって、それをね私がその現地の物資に変えて寄付するっていうのもやってましたね。なんか5万円ぐらい。日本とのベネズエラの架け橋、世界の北村です。そういう意味で
そうですね。まあね、ベネズエラのそういうボランティア活動を手伝ってるだけじゃなくて、ちゃんとね行くところは行ってるっていう。一応今61カ国全部で旅してて、まあ目標はこう、まあ、196の観光名所も全てこう回りきった上で、ベネズエラといえば、まあ、エンジェルフォールだったり、それをこう全てこう制覇するのが私の夢でございます。よろしくお願いします。で、あと次なんですけど、彼イースター島行ったみたいなんですよ。イースター島、まあみんな知ってると思うんですけど、モアイ像です。モアイ像けど、あれ意外とバックパッカーって行かないんですよね。値段が高いから。で、まあちょっとイースター島の話も聞きたいなと思って、まあどんな経験をされたか。そうですね、イースター島も行きました。まあチリの観光地といえば、まあ、パタゴニアとかも有名、アタカマとかも有名だけど、やっぱりイースター島も一観光地としてね有名なんですけど、行ったのが2024年の12月ぐらいに、ちょうどクリスマスオイスター島で一人ぼっちで迎えまして、モアイ像と一緒に。モアイ像と一緒に迎えたんですよね。なんかあるかなと思ったらそんなになんかなかったっていう土地なんですけど、そう、たまたまその時期に行っていて、でもちろんモアイは世界的に有名なモアイ像、ガムガムボゲボゲっていうやつはすごい世界的に有名で、であとなんか、まあ、現地の人が言うには、そのイースター島とかペルーのナスカの地上絵、あとアルゼンチンあたりがこうなんだろう UFO とのつながりがあるっていう話をちょっと聞いたんですよ。でアルゼンチンで自分はもうアルゼンチンで UFO を見ましたね。ほんまかみたいな感じ。見たってことになってんですかね、視聴者さんは。見たんですね。見ましたと。いやすごいですね。そうでそのつながりなんですけど、イースター島で私も実はその光る物体を目撃しましてですね、まあ、イースター島ってすごいでかいクレーターみたいな山があるんですけど、まあ、そこをね星取ろうと思ってまあ、山頂に星を取っていたところですね、まあなんか地元の人も来てなんか話してると、でそこに合流して話聞いてみたら、なんか光る物体がこうふわ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 浮いてるんですよ、このクレーターの中に。で頑張って写真も撮ろうと思ったんですけど、写真に収まらないと、なぜか写真に写らないんですけど、まあ、すごいね、それはね未だに何だったのかわからないんですけど、明らかにまあ UFO 未確認飛行物体が UFO ですね。 UFO まさしく UFO まさしく UFO です。結構大きめのね、もう明らかに星よりちょっと大きめのふわ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 。まあそれの件に関してはもう僕から言わせてもらうんですけど、信じるか信じないかはあなた次第です。そうなっちゃうのかな、そうなっちゃうんです。はい次が、次なんですけど、次もまあバックパッカーが行かない場所、けどみんなが知ってる場所、はい、南極。おあれ行きました。できました。私使ってるよお金。いやでも皆さん驚くなかれ、南極って意外とな値段で行けるんですよ。その金額なんと75万ぐらい。意外と高くないですよね。意外と高くなくて、で私大陸数でいうと7分の6大陸制覇してまして、アフリカに行ったことがないのに南極に行ってしまってるっていう、先にゴールしてしまったっていう感じなんですけど、南極もアルゼンチンのウシュアイアっていうところから船が出てて、まあ、それはもう南米の夏だから10月11月12月123ぐらいまでの南米の夏の期間にしか出てない南極線に乗って、まあ、行ってきましたと。でまあ世界一こう荒れてるドレーク海峡っていうやばい海峡があるんですけど、そこを渡った動画が一応 YouTube で伸びてまして、なんと8万回も再生いただいて、本当にありがたい限りでございますけれども、自分もびっくりしましたね。彼の YouTube を初めて検索した時に、そのドレーク海峡の動画が結構視聴回数多かったんで、これやばいぞと思って、登録者数を見たら僕が上でした。そうなんですよ。
全然伸びてませんのでポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。実は南極でねポーラープランチって言って一応泳ぐこともできるんですね。ちょっと運が悪くて私のところは泳げなかったんですけど、一応みんなで水着で写真撮ったりしてすごい楽しくて、75万っていう金額もドミトリーの金額なんですね。普通の南極船ってプライベートルームがあって100、200万とか安くてもかかるんですけど、その MV シュワイヤーっていう船だけドミトリーみたいな感じで、私はアメリカ人の人とすごい仲良くなったんですけど、相部屋でそういう意味で探せば南極に行く船もドミトリーがあるというので、結構お手頃な値段で行けたりしますね。年齢層はどうだったの？年齢層はおばあちゃんとかおじいちゃんとか富裕層とか意外と年齢高い層、意外とってどっちが意外なのか分かんないけど20代の人も結構いて、意外その若者は若者グループで固まって、おじさんのラグジュアリーな感じのおじさんたちはおじさんたちでたしなんでみたいなので、若者のグループは多分20人ぐらいいましたね。20人ぐらいの塊でみんなで仲良くワイワイ人狼やったりカードゲームやったり、夜はもうめちゃカードゲームやったりして、遊戯王じゃないですよ皆さんトランプトランプね、トランプやったりして、で南極は2時ぐらいまで明るい、2時から3時4時ぐらいがちょっと暗くなるぐらいの夜は完全にほぼ明るいような状態なんで、みんなでね夜通し遊んだり朝日見たり結構楽しかったですね。でチップは結構たんまり払ってチップは若者で団結しようということで素晴らしい、素晴らしい団結力を見せないといけないということで、年収別にねこうやってうまくやらせていただきましたけれども、そうですね、結構スイスから来る人もいればアメリカから来る人もいれば、あとオーストラリアもいたかな、あとはイタリアもいたし、結構ヨーロッパ系が多かったかなっていう印象ですね。先進国一応船の所有してる会社がアメリカが多いのかな。その南極に行く船がアメリカの投資によって成り立ってるらしい。アメリカがお金出してアメリカのツアー会社が多いんですよ。だから今治造船とかじゃないんやな。今治造船じゃないですね四国出身なんで四国ということで四国ネタ出ました、今治造船ですね。立派な造船会社ですからね。ただそうですね、MVCR の特徴としては他のどの船よりも小さいというね、だから波の影響はかなり受けやすいんですけど、行きはねそんな大したことなかったんだけど、帰りのドレーク海峡は本当にねみんなもうダウンしてて、俺も吐きかけたし本当に辛かったですね。ドレーク海峡はでも渡るだけでもいい経験になるかなって思いますよ。じゃあちょっとね最後になるんですけど、ちょっとね世界の北村の今後の展望を軽くね最後に聞いてみたいと思います。一応ですね、レンソイスをもちまして私中南米制覇しましたので、今後はねヨーロッパに向けて私旅立っていきますので、ともそらさん、私、今後もバックパックよろしくお願いします。日本は頑張っていくぞ。行くぞー、俺も頑張るぞー。よし。最後になんかないっすか？最後になんかとんでもない経験とかちょっと聞くの忘れてたんで最後にちょっと聞いてみたいと思います。とんでもない経験とかホステルの中でなんかないっすか？ホステルですか？ホステル、中米のあるホステルでですね、なんかやばいすごい写真を撮ってしまったそれ言うとあれかなとんでもない景色を見てしまったことがありまして、とんでもない景色、もう忘れもしない脳裏に焼き付いてる、海が近いんですよね。結構サーファーとか、海を楽しんでる人が多いようなホステルで、なぜか男性が泊まってないんですよ。別に女性用のね部屋っていうわけじゃないんですけど、
まあ僕の他に8人ぐらい女性の方がいるんですけど、素晴らしいですね。まあ、ほぼ女子校みたいな女子校に感じになっていて、男子が専念するような雰雰囲気だと。だからもう女子校といえばもう男子を気にしない、もう俺を男子として認識してくれていない素晴らしい例え。かもしれないんですけど、女子校。なんとですね、朝起きてまあわーっとこう海の方を見に行ったら、こう螺旋階段があるんですけど、その螺旋階段にもうなんかすごいなんか何干してんのってぐらい、もうなんか釣ってきた魚干してんのかってぐらい、もうパンティがもうこうやってなんか吊るされてるんですよ。想像できます？もうパンティがこう螺旋状に螺旋パンティ、無数のパンティとのことです。すごい。乾杯。乾杯。それがやばい話でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。こんな感じですね。チャンネル登録まだなかったらチャンネル登録をしてもらえたらと思います。今後もね、この企画だけでなく、旅のね、動画とかもずっとね、配信続ける予定なんで、あと彼のね、世界の北村のインスタグラム力彼入れてるんで、YouTube ももちろん彼やってます。TikTok もやってます。まあ動画配信者なんで。で、彼との一応コラボのね、動画も撮影しました。ブラジルレンソイスで。そちらもね、見てもらえたらと思います。てな感じで、お疲れー。お疲れー。